はい、皆さんこんにちは。竹虎4度目です。竹虎では竹かごとか竹ざるの修理にものすごく力を入れてます。もともと昔はですね、どんな小さな村にも竹職人が一人ぐらいはいて、竹かごとか竹ざるとか作ったものを手直しして、親の世代からこの世代へ、孫の世代へみたいな形でずっとこう伝えていくような、そういった伝統があるんですけれど、最近ではですね、竹細工自体作る人も減ってきたし、そういった修理とかってする方もほとんどいなくなって、長く使ってきた竹かご、竹ざる、意外とその直してもらえるとこがないよとインターネットを探してですね、竹虎の方を見つけていただいて、いろんなお問い合わせをいただいていると。下の方では鈴竹とか根曲がり竹だとかっていうちょっと細いね笹系の植物を使ったかごとかざるが多いですし、ずっと南の方に下っていくと真竹だとか八九あるいは妄想竹というような大きな竹を使った竹細工っていうのが多いんですが、全国から届くものを見るといろんな竹の種類を使ってて非常に面白く思うんですが、今回もですねそんな中で届いたカゴがこういったカゴなんですが、これこう金具がついてるんですけれど、腰に吊るしてですね腰カゴとして使っていたカゴだと思います。さくらんぼの収穫カゴ、もしかしたら皆さんの中でご覧いただいた方もおられるかもしれませんが、あれもね腰カゴ非常に便利です。さくらんぼ取ってね腰入れて、改めてね腰カゴの重要性っていうのをすごい痛感したんですが、今回のカゴも腰カゴで鈴竹って作られてます。表面見るとですね、かなり使い込まれてどっかに放置されていたっていう感じなんですね。カゴというのはこの四隅が一番傷みやすいんですが、四隅にほんと大きな穴が開いてしまって、この口の通なんかもねもう朽ちてしまってもうボロボロでした。おそらくですね、使えなくて長い間置かれていたのがガジャンと綺麗に出来上がってまいりました。あれだけ大きな穴が開いてた隅がですね、これだけ綺麗になりました。鈴竹の素材っていうのはなかなか高知県なんかでは手に入らないので、さらした真竹を鈴竹と同じ割り幅に割って差し込んで修理しました。修理をした上にこの四隅籐でね補強するんですが、こういった籐かがりをしてます。これがね皆さんむっちゃ丈夫です。これだけ補強したら最強ですよ。これでもう20年30年40年50年使えるんじゃないかなと。この口巻きもね届いてしまって新たに綺麗にこう前に出ます。内側から見てもこの通りです。やっぱり鈴竹っていうのは非常に堅牢でねしなやかでまだまだ使えます。東北の方ではですね、真竹より篠竹、篠竹より鈴竹というような言葉があるぐらい、どうでしょう、かっこいいでしょ。これだけ大きいんですけど軽いんですよ。鈴竹独特の柔らかさ、腰当たりで疲れないんですよね。だからやっぱりこういった竹のものっていうのはね昔から長く使われてきたんですよね。ぜひですねこれからも末永くお使いいただきたいなというふうに思ってます。ノーバンブのライク。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。